はい、始まりました。今回は久々のセレズニアの逃走者になります。なぜ久々かというと、はい、ディオさんが、はい、セレズニアのデッキは、はい、使わないからだという僕がね作っていくには限界がありますんで色が偏っちゃうんでいろんなデッキをね紹介していきたいじゃないですか。まあそうですね。だからティムさんの大好きなセレズニアの逃走者をやっていこうということになりました。はい、この動画の前におそらくセレズニアの10枚選んでみたという動画が上がってますので、よかったらそちらもご覧くださいという宣伝もしておきますで、今日の逃走者発表させていただきますと、壁境宮廷のエリビアになりますはい、エルドレインの森の逃走者デッキのカードですね。なるほどなるほど、はい、新しいですよね。新しいです。新しいです。はい、新しいっつっても2個前のエクスパンションなんだな。だからサイクル早くないですか。だからおじさんにはついていけないんですけどみたいなねはい、で、能力は、はい、説明させていただきますと、はい、こういったセレズニアと不特定2の4マナのクリーチャー、はい、スタートは44ですと、はい、こいつが戦場に出るか攻撃するたび、はい、あなたがコントロールしていて、はい、これでないクリーチャー1体を対象として、はい、聖者役割トークン1つをそれについた状態で生成しますと。なるほど。こいつがまず場に出るか攻撃するたびに、はい、それでないクリーチャー1体にそうですね、聖者役割をつけると。そうですね、聖者役割っていうのを説明していただきますと、聖者役割トークンは、はい、あなたがコントロールしているエンチャントの数分だけプラス修正かける。やばいですねなるほど。まあエンチャントデッキやと、はい、そうですね、はい、であなたがコントロールしていてオーラがついているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびカードを1枚引くと。つまりその役割トークンはオーラだと。そうですね、はい、ついてるやつが殴ってダメージを与えたらドローできると。そうですね、はい、なのでまあサイズも上がるし、はい、ドロフォにもなるということで、はい、結構これセレズニアだと強い統率者だというふうに思ってるんですけど。なるほど、結構強いんですね。なるほどなるほど、はい、かなり最強クラスに近いと思っていますが、ね、なるほど、個人的にははい、なるほどなるほど、はいはい、そんなに注目はされていないという。なるほどなるほど。なぜならですね、はい、今ミドシロでマナクリベースじゃないですか。なるほどちょっと弓使いっていう問題児がいまして、なるほどなるほど、身動きできなくなるんですね。なるほどなるほど、はいはい、っていうちょっと環境的な逆境がありますので、はい、あまり注目されていないんですが、普通に遊ぶ分には非常に強い統率者ですので、はい、今回ご紹介をさせていただきます。一応7、8ぐらいの統率者になりますかね。そうですね、はいはい、はい。でこいつの強いところっていうのは、はい、もう説明させていただいたところではあるんですけれども、はい、こいつでない他のクリーチャーに聖者役割トークンつけて、はい、サイズを上げて、はい、そいつが殴っていくことでドローもできるという部分になります。はい、で、じゃあどんなクリーチャーを展開して、はい、そいつにつけていくのかという話になるんですが、はい、これ単純な話、はい、1マナのマナクリ、はいにつけて殴るでも実は十分強いです。なるほどなるほど、確かに確かに、はい、修正値がですね、はい、他にエンチャント何もなければ、はい、単純に聖者役割トークンだけなので。あ、なるほど、もうすでに11修正かかってると。そうですね、なるほど、はい、になるんですが、はい、他にエンチャント出てれば、はい、まず1個目の聖者役割トークンつけた時点で、はい、まあ、22とか33とかの修正かかりますし、はい、こいつ攻撃するたびに、はい、戦場出た時だけじゃなくて、はい、つけられるので、はい、ターンが進めば進むほど、はい、聖者役割トークンのサイズ上がっていきますし、はいはいはい、ついてるやつも増えていくと、はいはいはい、結果ドローも増えていくということで、雪だるま式に脅威が膨らんでいく、なるほどなるほど、という形の統率者にはなります。一応その知らない人のために言っておくと、役割トークンは二重にはつけられないんですよね。そうですね、一応1個つけてるやつにもう1回つけたら片方は消えちゃうんですよね。そうですね、はい、で、はい、まあ、結局ですね、殴り切るだけの時間を稼ぐと。なるほど、はい、いうデッキの方向性にはなっていきますので、はい、白のスタックス系クリーチャー、はいはいはい、これを展開していくということになります。はい、でちょっと明確な弱点がありまして、明確な弱点、はい、エンチャントたくさん並べちゃうんですよ。なるほど、はい、鳩場出されるとですねやべえっていうやべえという、もう大量に宝物生まれちゃうという問題がありますので、はい、ETB をまずは防ぎたいということになります。なるほどなるほど。なので入ってくるクリーチャーとしては、まずはいつもの静寂をもたらすもの、はい、
ですね。こいつはクリーチャーが戦場に出るか死亡することによっては能力が誘発しないというクリーチャーです。これが入れられる構成だということですね。そうですね。もちろんエリベアの出た時の聖者役割トークンつける効果は誘発しなくなりますけれども、攻撃した時の誘発は咎められないので、なるほどなるほど。1回だけ我慢してくださいという形にはなります。同じ要領で、あんまりこいつ採用することないんですけども、トカートリの儀仗兵、戦場に出るクリーチャーは能力を誘発させないという13の2マナのクリーチャーですね。チップを、こいつを採用するぐらいチップは咎めたいということになります。チップ咎めるクリーチャー他にもいますが、少々割愛をさせていただいて、他にこのデッキで入ってくる結構強力なスタックスクリーチャーというのを紹介していきたいんですけれども、一つはベクの性別者。何度か初めてこれあんまり使うことないかもしれないんですけれども、白2マナのクリーチャーで、プロテクション黒とプロテクション赤持ってて、こいつが戦場に出た時に、全ての墓地から黒や赤である全てのカードを追放します。なるほど。で、黒や赤のパーマネントや呪文や戦場にないカードが墓地に置かれるなら代わりにそれを追放します。つまり黒と赤だけ墓地封鎖です。なんでこれが入ってるんですか？ほぼ墓地を使うデッキって黒か赤なんですよ。そうなんですね。なるほど。だから実質墓地封鎖してるんですよ、それ系のデッキに対しては。なるほどなるほど。でこれ自分阻害しないんで一切。でしかもこいつプロテクション黒赤持ってるんで、なるほどなるほど。そういうデッキにとっては致命傷になります。という意味では結構強力なカードです。もちろん脱出なんかもできなくなります。他ですね、当然これアーティファクト使わないデッキなんで、敵入れます。でこいつは全てのアーティファクトはアップキープの開始時に1マナ払わない限り経年を捧げるという効果を持っています。アーティファクトを継続的に咎め続けるクリーチャーですね。こいつも聖者役割トークン作れば十分殴れますので、それ以外のところでは定番のカード、法の定め系のカード、その中であえてこのデッキは弁論の源令を紹介させていただきますと。なぜならこいつはエンチャントだからです。エンチャントなんですねこいつ。エンチャントクリーチャー。エンチャントなので聖者役割トークン上はカウントしてくれますから。なるほどなるほど。修正のサイズ上げてくれます。あと強力なものとしては静寂の守り手リンバーですね。こいつは3/4の飛行のクリーチャーで、対戦相手はクリーチャーの起動がどんどん起動できなくなるっていうやつです。これもデッキによっては結構ぶっ刺さるので、非常に強力なスタックスクリーチャーということになります。殴ってもいけると。そうですね。そういったクリーチャーに聖者役割トークンをつけて、殴っていきますという形になります。そうで聖者役割トークンはですね、唱えてるわけじゃないんですけれども、エンチャントが場には出てくるんで、星座は誘発します。なるほど。なので星座タイプのクリーチャーっていうのは何体かアドゲンとして入れます。一つはエルフの文書管理人っていうやつですね。新しいかな。そうですね、こいつはエルドレインモリ収録のカードで、1つ以上のアーティファクトがあなたをコントロール下で出るたびにカウンター2個置くと、こっちはどうでもいいですと、で1つ以上のエンチャントがあなたのコントロール下で戦場に出るたびカード1枚引きますと。ただ1回しか誘発しませんよという。両方も1回なんですね。そうですね。でどうせコンバットに行って聖者役割トークン1回出て、誘発してワンドローなんで、なるほどなるほど。分十分強いカードということになります。もう一つ、これセテッサの勇者ですね。懐かしい。これは3マナのクリーチャーで、星座でエンチャント1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたびにカウンターを置いてカード1枚、これとは何回でも誘発しますということになります。で忘れてはならないのはですね、このエリベア、自分自身には聖者役割トークンつけられないんですね、自力では。確かに。ただつける手段があります。あるんですか？なるほど。そこで紹介させていただくんですが、運命に導かれし者ケイリクス。出た。ケイリクス。火を失ったケイリクス。何してたんだこいつっていう言われてる。気づいたら火を失ってる。こいつは何をしてたんだというやつなんですけど、こいつはですね、これでないエンチャント1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたびクリーチャー1体対象としてプラス1+1カウンターを1個置きます。そっちの方はそんなに重要ではなくて、でこいつか、あなたがコントロールしていてオーラがついているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたはあなたがコントロールしていて伝説でないエンチャント1つのコピーであるトークン1つを生成しても良いと。
おお、すごいですね。はい。なのでこいつは聖者役割トークンをコピーして、なるほど、エリビアにつけることができます。なるほどなるほど。はい、はい。つけることによって、はい、エリビアの統率者ダメージ狙うこともできます。なるほど。もちろん他の有用なエンチャントコピーすることもできますので、はい、このデッキでは結構重要な役割を果たします。なるほど。はい、はい、でそんな話をしてきたんですけれども、スタックス系のエンチャント、はい、特にテーマ内機でエンチャントのかさ増ししておくっていうのが、数を稼ぐっていう結構重要でして、はいはいはい、そういったカードをご紹介させていただくんですけれども、はい、一つは根の迷路。うわ、うげえ皆さん大好き根の迷路。とりあえず根の迷路って言われた瞬間にうげえってその言葉聞きたくねえってなるっていうこれは緑1マナのエンチャントで、はい、全てのアーティファクトと全ての土地はタップ状態で場に出ます、はい、というカードです、はいはいはい、テンポが非常に崩れてしまう、はい、フェッチがゴミになるとフェッチやばいですよねタップにタップにですよというカードでございます、はい、もちろん鳩場なんか出されたとしても、はい、タップインなので時間を稼いでくれます、はい、コンボは決まらないです、はい、と同じ要領で猛獣、はい、これ2マナになりますけれども、はい、これは対戦相手が、はい、コントロールしている全てのアーティファクトやクリーチャーはタップ状態で戦場に出る、はいはいはい、というカードです、はい、何せ鳩場の餌食になりやすいんで、なるほどね、はいはい、こういうカードも重要になってきます、はい、あと最後もう一つ、はい、こんなの入れちゃうのっていう話なんですけど、はいはいはい、このデッキ殴って普通往生ですね、はい、このエンチャント結構強くて、はい、領事の権限、はいはいはい、これは対戦相手がコントロールしているクリーチャーはタップ状態で戦場に出るという、はい、1マナのエンチャントです、はい、1マナのエンチャントであるということと、はい、このデッキ究極的には殴っていくんで、はい、盤面開けといてほしいんですね。なるほどなるほど、はいはいはい、ということでこれ使えるか、はい、ということになります。こんなの入ってくるんですね。入ってきました、はい、それぐらいテーマ内機でスタックス的なエンチャントっていうのはかさ増ししておきたいということになります、はい、でエンチャントを並べたら、はい、他にもいいことがありまして、はい、神聖なる憑依ですね、はいはい、これはあなたが7つ以上のエンチャントをコントロールしている限り、はい、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーは飛行と警戒を持ちます。おお、強い。であなたがエンチャント呪文を唱えるたび、はい、このクリーチャーのパワーとタフネスはそれぞれあなたがコントロールしているスピリットの数に等しいっていう白のスピリットクレリッククリーチャートークンを一体生成します。出てくるクリーチャーはスピリットなんですよね。そうですね。エンチャントではないんですよ。エンチャントではありません、はい、だし唱えるたびなんで、なるほど、下の効果の方の誘発量っていうのは、はい、エンチャント寄りに作ってるデッキよりはちょっと少ないです。ですが7個以上は絶対いくと。7個以上はもうほぼ確実にいきますので、はい、そうすると全飛行と警戒と、なるほど、聖者トークンそいつらにはついてると、やばい、ブロックできないいうことになりますので、フィニッシャー級の活躍をするカードでございます。はい、今フィニッシャーの話が少しありましたので、はい、真のフィニッシャー、はい、何かということになるんですが、はい、戦闘の神ハルバードですね。僕さっき何するんでしたっけって言っちゃいましたねこいつ何するんでしたっけ。こいつは白2の2、4マナのクリーチャーで、はい、あなたがコントロールしていって、はい、オーラや装備品がついている全てのクリーチャーは2段攻撃を持つ。やばいぞやばいぞ、全員聖者ついてるぞっていう、はい、でしかもですね、各戦闘の開始時に、はい、あなたがコントロールしているクリーチャーについているオーラ1つか装備品1つを、はい、あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象としてそいつにつけてもいいんですね。ってことはエリビアに、そうです、エリビアに聖者役割トークンつけることができます。なるほどなるほど、はい、こいつはケイリックスとそういう意味では同じで、エリビアの統率者ダメージ狙わせることもできます。なるほどなるほど。しかもそれが2段攻撃を持ちます。はいはい、やばいですね、はい、確かにやばいですよ、一撃ですよ一撃ですよ。しかもですね、戦闘ダメージ与えるたびにカードを引くなんで、こいつ、はい、なるほど、2回そう、どんどんバックドローですよフィニッシュカード、フィニッシュカード、はい、ということになります。はい、それ以外のところでちょっと1枚だけご紹介させていただきたいんですが、はい、このデッキですね、はい、結果的には並んでるほとんどのクリーチャーに聖者役割トークンがついていくことになります。確かに、はいはい、なのでマナクリさえ殴っていくというようなデッキになるのですが、一方的にラースできるカードが一番あるんですねなるほど、はい、ラースの風っていう呪文なんですけど、お、はいはいはい、これ5マナのソーサリーで、はい、エンチャントされていない全てのクリーチャーを破壊すると、やばいですねいう呪文です。はい、はい、一番重要なところには当然聖者役割トークンついてるんで、はい、一方的に全除去
最悪逃走者が除去されたとしても、はい、他が全部残ってれば殴り切れるという形ですかね。そうですね。はい、はい、だし相手がね、はい、自分よりもサイズでかいクリーチャー並べてくるようなデッキだと、はいはいはい、どうにもならないんですよ。負けしちゃうんで、はいはいはい、そんなことあんまりないんですが、なるほど一応逆転できるカード、はいはいはい、ということで採用しています。はいはい、まあデッキの構成としては大体そんな感じです。はい、当然このカード、はい、セレズニアなので、はい、二大巨頭である土地ですね。土地、なるほど。はい。洋蘭の地と、はい、セラン聖域。はい。これは非常に強く使えるデッキなので。洋蘭買おうと思ってるんですよ、俺。洋蘭手に入れたらツイートしよう。でもこのデッキにおいてはですね、はい、洋蘭よりもセラン聖域の方が強いです。輪作で持ってくるのは洋蘭ではなくてセラン聖域だと。はい、大体の場合そうです。なんか紹介されなかった面白カード何枚かありますか？そうですね、紹介させていただく面白カードとしてはですね、はい、こんなの入っちゃうのっていうのを紹介しとこうかなって思いますが、はいはいはい、ちょっと神つく相棒ですね。なんだこれ、これなんか弱そうっすね。2マナの11のクリーチャーで弱いな。こいつが出た時カード1枚引くと。弱いな。なんでこいつがいいのかっていうと、はい、今ので、はい、ワンドローでこいつエンチャントなんですよ。いきなり強くなった。いきなり強くなった。こいつエンチャントなんだ。でスタッツはね、正直そんなにどうでもよくて、結局聖者役割トークンがつくから。なるほどね、確かにそうですよね。こいつで殴っていけるんですね。なるほど、かなりいいですね、相性。はい。はい、もう一つ面白カード。はい。として紹介させていただくのは、はい、春の作曲家っていうカードですね。こいつ2マナ13で星座持ってるんですけど、はい、星座誘発するたびに、はい、あなたの手札にある土地カード1枚をタップ状態で戦場に出してもよいと。はいはいはい、まああんまないかもしれないですけど、はいはい、でなんとあなたが6つ以上のエンチャントをコントロールしているなら、はい、代わりにあなたの手札にあり、はい、クリーチャーや土地であるカード1枚をタップ状態で戦場に出している。クリーチャーやクリーチャー出しちゃうんですか？クリーチャー出せちゃうんですね。なるほど。はい、だから戦者役割トークンが出ました、はい、誘発しました、はい、手札からエリシノン出ましたみたいなことができるわけですね。やばいやばいぞ。そういう面白カードです。なるほど、はい、はい、そして真の面白カードなんですけど、真の面白カードまだあった。はい、はい、太陽の恵みの執政官。懐かしいですね。はい、なんで入ってるかっていうと、こいつは星座だからなんですけど、なるほど、はい、こいつは白2マナの2の4マナですね。はい、で、3、4飛行ハンコンですと。はい、で、あなたがコントロールしているペガサスクリーチャーはハンコン持ちます。はい、で、星座でこう持つ白の2のペガサスクリーチャートークンを1体生成するというカードです。横並びめっちゃできて、そいつらもにもつけられて、そうですね、さらにパンプして、そうですね。やばいですね。そしてハンコン持ってるから回復しちゃって。ということで強いかなって思ったんだけど、ちょっと悠長だったかなみたいなところがあるカードになります。面白カードだったと。そうですね。まあそんな感じですかね。はい、構成としては大体そんな感じになると思います。結構やってみると本当に結構強いんですよね。うん、強いんですが、はい、ちょっと注意点がありまして、はい、注意点がある。はい、これスタックスデッキの上に殴りじゃないですか。はいはいはい。プレイングめっちゃ難しいんですよ。ああ、なるほどね。いわゆる殴りジェネラル難しいですからね。そうですね。はいはいはい、はい、しかもいろんなところでこれいろんなもん誘発しちゃうんで、誘発忘れ誘発忘れがすごい起きるんですね。なるほどね。さらに殴っていく方向も考えるのも難しい上に、はい、その誘発も管理しなきゃいけない、そうなんですよ。だから少なくとも疲れた状態でやるデッキではないなという感想があったと。そうですね。確かにめっちゃ難しそうですね、そう考えると。この間プレイ散らかしてたんですよね。まあ殴りジェネラルはね本当に難しいんで、はい、ちょっと殴りジェネラルでスタックスちょっとクロートに挑戦していただきたいですよね。うん、はい。まあそんな感じで今回の動画は以上になります。おしまい。